皆さんこんにちは、ゆうです。夏がね、本当に暑くて、で今32度ぐらいあるのかな。日本の夏ってね、本当に暑いんですよ。2024年にアメリカに行った時、暑かったんですけど、でも日本と比べると随分涼しかった。だからね、日本はね、湿度が高いから、呼吸をするのも苦しい。だからね、日本に夏来る方、本当に気をつけてほしいなと思います。こまめに水分補給しないと本当に命に関わるので気をつけてください。今日話すことっていうのは僕がね SNS をやっていてなんかこれって違うんじゃないのっていうふうに思ったことですよね。でそういうのを話そうかなと思っていて、でやっぱりクリエイターとして活動しているといろんなメッセージをね受けることが多いんですよ。例えばインスタグラムが一番多いかなって思うんですけど、でインスタグラムねフォロワーどんどん減ってます僕。2024年の時57万人いたんですけど、今もう48万人ぐらいしかいなくて、もうね10万人近く減ってるんですよね。なんでだろうっていうふうに思うんだけど、僕がねつまんないんでしょうね。僕のコンテンツがつまんないっていうのと、あとはアルゴリズムの変化があって、外部にね全然リーチしないんですよね。本当に全然リーチしなくなってしまって、本当につまんないインスタグラムになったなっていうふうには思うんだけど、人とコミュニケーションが取れる機会が減ったりとか、人とつながれる機会がどんどん減ってしまった、そういう残念なプラットフォームになってしまったなっていうふうに本当に悲しいなって思っています。インスタグラムにね未来はねないかもしれないだからね僕はね新しいアカウント作って、でそこでまたいろんなコンテンツ投稿したりとかして、で新しく人とつながれる機会っていうのをね作ろうとしていて、で少しでもね僕の例えばクリエイティブのアカウントだとか、僕のライフスタイルのアカウントだとか、そういうので人の目に留まったら嬉しいなと思って新しいアカウントも作っています。やっぱりねなんか新しいチャレンジすると本当に楽しくて、今までのユーザーアドベンチャーズっていうアカウントでは結構もう投稿するのにプレッシャーを感じるようになって人が減っちゃうし、皆さん楽しんでくれてる感じもあんまりないから、だから本当にね投稿するのが怖くなっちゃって、でも、ね、それじゃあねクリエイターとして活動できないから、だから新しいアカウント作って頑張っていこうかなって思ったんですよ。でも新しいアカウントってすごく勇気がいることなんですよね。57万人フォロワーがいた人がフォロワー0人から再スタートするわけですから、それって本当に勇気がいることでした。でもねやってよかったなって思うし、今はね7500人ぐらいなんだけど、すごく小さいよね。今世の中にさすごい大きなクリエイターがいっぱいいる中で7500人、すごい小さなアカウントだけど、その小さなアカウントに何か可能性を感じてるわけではないけど、でも日々の変化として楽しみっていうのがね少し増えたなって思うんですよね。だから今そういうチャレンジができてよかったなって思います。でただねインスタグラムとかやってると本当に残念だなって思うのが、時々そのヘイトメッセージみたいなね、ヘイトコメントみたいなのが来るんですよ。主にはメッセージなんですけど、でそれどういうメッセージかっていうと、元婚約者の動画を楽しんでる人とかね、そういう方が、以前僕がその人とお付き合いしてるのを知って、ですごい攻撃的なことを送ってくる。例えば彼女と過ごした時間を返せとかね、あとは彼女は今の方が幸せそうだねとかね、そういうメッセージとかがね他にもいっぱい来るんですよ。でも僕は全然気にしてないですけど、今の方が幸せならそれがいいんじゃないかなって思うし、僕といた時間よりもねやっぱ別れたわけですから、その人とね今一緒にいる誰かとねいる時間の方が幸せなら、それはもう素晴らしいことじゃないですかね。だから僕は全然気にしてないし、僕は今僕の人生を楽しんでいるわけですから、だから過去の恋愛とかねそういうのはもう全然気にしないし、でそういうヘイトメッセージとか来てもそうですかっていう感じで普通にブロックしちゃうんですけど、あとはたまに知らない人からね裸の写真送られてきたりとかするんですよ。で全然嬉しくないですよ。別に見知らぬ人の裸見たって全然嬉しくないんで、そういうのを送ってこないでほしいなって思うし、でそういう人にねそういうね自分の価値を下げるようなことをしちゃダメだよっていう風にメッセージ送るんだけど、そういう人たちっていうのはねなんだろうね、自分のことしか考えてないのか知らないですけど、またね同じような写真を送ってきたりとか、あなたが喜ぶと思ったとか送ってくるわけですけど、喜ぶわけないでしょ、知らない人からそんなの送られてきて。
あなたが喜ぶと思ったじゃなくて、あなたが送って喜びたいんじゃないのみたいなねそういうふうに思ったりもするんだけど、話の通じない人とはね会話をするつもりがないので、だからそういうのもね、あまりにもひどかったらブロックしています。で、僕はね基本的にはいろんな人にね優しくしたいし、普通の人よりは僕は優しい方だと思うんですよ。だけどあまりにもね話が通じない人とは会話にならないんでね、そういう人とはコミュニケーションを取るつもりは全然なくて、僕の生活にねなんか誤解がある感じであればシャットアウトする感じで生きていこうかなと思っています。前回の恋愛を踏まえてやっぱ自分のことをね大事にする、自分のことを守るためにもしっかり境界線を引くっていうのはすごい大事なことだなって学んだので、そういうのはしっかりやっていこうかなと思っています。で、クリエイターとしてね生きていく上でねたまにこう外歩いてると誰かに話しかけられたりとかすることもあって、それはね全然嬉しいです。むしろ本当にどこかで僕を見たら声をかけてくださいっていう風に本音でね皆さんに伝えたいです。それはアメリカでもそうですし、アメリカの人はねアメリカで僕を見た時に本当にたくさんの人が声かけてくれたんですよ。でも日本では僕のことを見ても後でメッセージしてくるの。今日あなたのことをどこどこで見ましたみたいなね。それならさその場で声かけてよっていう風にね僕は思うんだけど、でもやっぱ恥ずかしいのかな。日本人って話しかけられたら嫌だとか思ってるのかな。それは分かんないんですけど、僕のことを見かけたらね僕に声かけてくれた方が僕は嬉しいなって思います。で SNS やっていて、嫌なことっていうのは結構ね仕事の依頼とかも来るんですよ。例えばプロモーションビデオを作ってくださいとかで、そういうのでねしっかりしてない会社とかはね返事を返してももう無視とか、あとは詳しく話聞かせてくださいって言っても返事が例えば3週間返ってこないとかで、そういうことが多くて、でもさそういう会社と仕事できるわけがないじゃないですか。僕も生活してるわけですから。だからねそういうのはすごいちょっと中途半端でしっかりしてない会社も多いのかなっていうふうに思うし、あとは SNS やってるとね詐欺のメッセージがすごい来るの。本当に詐欺のメールとか詐欺のメッセージが世の中ね普通に生活している人よりもはるかに来ます。1日に例えば2件とか来ます。そういうのがね本当に怖い。どれを信じていいのかが分からなくなっちゃうことがあって、で特に僕ね引っ越し詐欺とかもあったし、実際詐欺の被害を受けてるから、だから詐欺についてはちょっとね敏感になっていて、そういうことする人本当にありえないと思ってるんで、だからね嫌だなって、そういう詐欺のメッセージとか嫌だなって心から思っています。クリエイターはねそれがちょっと悩みかなって思うんですよね。であとは悩みとしてはフェイクアカウント。僕のフェイクアカウントってものすごく多いですよ。例えば TikTok でユーザーアドベンチャーズって検索するともう10個ぐらい出てくるんじゃないですかね。TikTok はねちょっとすごい適当で、僕が報告しても全然消してくれないの。で Instagram はね報告したら比較的早く消してくれるんだけど、 Facebook と TikTok はね全然消してくれないの。だからねそれがすごい悩みで、もしね僕の名前を使って誰かを騙して、例えばお金を騙し取ったりとかしてたら本当に悲しいなって思うし、そういうことやめてほしいなって思う。だから時々僕はねそういうフェイクアカウントを作っている人に直接メッセージして、あなたのことを報告しましたよって。でもしあなたがこのアカウント消せないんだったら僕は法的措置を取りますよとかね、そういうことを言ったりとかするんですよ。しっかりね戦わなきゃいけないとこは戦わないと被害を受けちゃう人がいるかなと思って、そういうとこはなるべく対応するようにしています。クリエイターとして生きていくとね本当にいろんなことが起こるんですよね。で嫌なこともいっぱいあるし、だけど人との出会いとか人との関わりだとか、人とのつながりっていうのはいいことばっかりかなって思うんですよね。でこうして YouTube の動画もね皆さん見てくれて、で前々回の動画とか前回の動画とかコメントくれる人もたくさんいたし、でそういうのってね本当に心が温かい気持ちになるんですよ。だから本当にこうやってね動画を見てくれて応援してくれてありがとうございます。で本当にね皆さんに感謝しています。チャンネルメンバーシップもまた2人増えました。でこうやってね皆さんが応援してくれると、チャンネルメンバーシップとかね入ってくれると、で僕はね YouTube の動画とかたくさん作れるようになるし、いろんな人に撮影を手伝ってもらって、それでちゃんといろんなコンテンツ作れるようになるから、だから本当にこういうチャンネルメンバーシップに加入してくれてるっていうのは本当に感謝しています。だから
こうやってね、加入してくれた方、本当にありがとうございます。で、今日はね、クリエイターとしての悩み、クリエイターとして良かったことについて話したんですけども、これからもね、クリエイターとして頑張っていこうと思うので、皆さんが応援してくれたら嬉しいです。では今回のビデオは終わりたいと思います。ではまた。